はい、今回は、カイリーフライトラップ3について紹介したいと思います。シリーズ3作目になっています。で、カイリー通常版と比べると価格が安く、学生を中心に、使用していただきたいという目的で開発、展開されている一足になります。なので、ちょっとテイクダウンです。通常版に比べると、機能であったりとか素材っていうのは少しやや抑えめのローレベル、低いレベルにて、展開されているシューズになるので、それも含めて、紹介したいと思います。はい。で、手前が、新作のカイリーフライトラップ3になっています。で、後ろに隠れているこいつが、前作のカイリーフライトラップ2です。で、カイリーフライトラップって何ぞやって思うと思うんですよね。で、一応カイリーフライトラップっていう、出す意味っていうのは、どうやらカイリーがコービー・ブライアントですね、先日ちょっと悲しいニュースで亡くなってしまったコービー・ブライアントをリスペクトしているから、用意しているシューズです。で、マンバですね、コービーの意味合いというかイメージ、相性ですねで、使われているマンバメンタリティ、要はヘビーですね、ブルース・リーのジーク運動から取っている、基礎を忘れるなよっていうようなニュアンスになります。はい。完璧な、順応と基礎を身につけることが大事なんだよっていうコービーのそういったメンタル面での考えてのリスペクトして作られたシューズになっています。で、今作はそこまでちょっとマンバのイメージっていうのはなかなかデザインには含まれてないんですが、前作の2はちょっとヘビ柄のようになっていて、どことなくマンバを意識している見た目になっています。はい、もちろん意味合いとしてはやっぱ学生がしっかり基礎、若いうちに基礎を身につける。で、そこで覚えた基礎っていうのをプロになってから、大人になってからもしっかり、実施してほしいっていう思いが込められて、作られた一足になってます。で、カイリー結構メンタル的な部分を商品に押し出す傾向があるので、そういった気持ちの面で、しっかりサポートしてくれるっていうようなシューズにもなっているので、その辺を理解した上で説明を聞いていただければなと思います。では、軽くどこがアップデートされたかっていうのを説明していきたいと思います。で、ちなみに重さに関しては後ほど、合わせて紹介させていただきますので、動画の後半を参照していただければと思います。で、大きなアップデートっていうのはそこまでないんですが、もう見た感じ分かりますよね。この中足部ですのベルトがあるのと、2はここにバンド、伸縮性があるバンドがあります。これで中足部の固定感を上げて、カイリーのような素早い動き、俊敏な動きっていうのを可能にしていたんですよね。同じようなプレースタイルの方であればすごく活かせる構造、機能になっていました。それをさらにアップデートさせて、カイリーでおなじみですよね。このマジックテープのベルト、カイリー2とかそうでしたよね。はい、ベルトが付けられているので、かなりの固定感っていうのを中足部に、提供してくれる。ここが大きなアップデートポイントになります。はい、あとは細かい部分で言うと、そうです。アッパーのメッシュのパターンが少し変わってます。前回は少し硬めのゴワゴワした素材でかなりタイトに作られていたんですが、今作は硬さはそこまで変わらない、やや柔らかいぐらいですねのアッパーにちょっとオープンな編み込みですね。ちょっと通気性を持たせつつ適度なホールド感、フィット感っていうのを提供する編み込みに変えられている。で、あとヒールに前作はプラスチックが用いられていってたんですね。はい、足を固定するため、もちろんデザイン性っていうのもあるとは思うんですけども、これがちょっとなくなって天然比較ではなくて合成比較ですね。合成比較のヒールにアップデートされています。なので柔らかさっていうのはすごくあるので、個々の足にフィットするようなイメージですね。前作は結構強制的に足を固定している印象があったんですが、今回は個々の足に合わせた、天然ではないのでやや硬いのでホールド感はそこまで損なっていません。ただすごく足触りが良くて、足首部分をすごく自由にカイリーって動かすんですよね。なのでそういった素早い動き、予想しない動きっていうのに対応してくれているっていうのが今回の3になっています。で、終端も変わっています。見えますかね。はい、終端前作は結構薄手なんですよね。薄手で結構かたどられているというか、すごい自由度があまりないというかね、固定されてるような
なんかここに足首がフィットしないとうまく機能しないんじゃないかっていうような構造だったんですよね。個人的にちょっとこの終端が僕苦手だったので、カイリーフライトラップ2っていうのはちょっと履き心地に違和感を覚えてたんですが、今作は従来の終端に近いというか、逆ですよね。ここ U 字になっていたのを逆 U 字にした感じなので、ここに足首が入る感じなので、すごい自然な、特に終端があるっていうのは意識しないで履くことができます。はい。なので終端部分っていうのはすごく快適性が上がっていますし、足首部分がもう少し自由になっているので、この足首全体の快適性っていうのはすごく上がっていますし、自由度がめちゃくちゃ上がっています。前作はほんとゴワゴワ、履いたことある人だったら分かると思うんですけど、すごいゴワゴワしてたんですよね、ここ。はい。硬いですしね。こっち柔らかいんですよ、すごく。足が当たる部分もすごい柔らかい。こっちは結構ゴワゴワ硬いんですよね。このヒールカウンターが邪魔してるのもそうですけど、すごい硬いので、この辺もアップデートされているのかなと。なので主にアッパーのアップデートがすごいです。で、後ほど重量が出るって言ってたんですが、こっち新作の方が 15g ほどちょっと重量が増しています。なぜかっていうと、このベルトですね。大きいベルトを配置しているので、重量っていうのがすごく上がっている印象です。で、ミッドソールから下っていうのは、一緒に見えますかね、これ。あまり変わってないです。というか、ほぼ変わってないです。ただ違うのは、こっち2の方は XDR ではないです。このモデルは柔らかいクリアなソールになってますが、こっちは XDR ソールになってます。硬いソールです。これがついてます。XDR になってる。ただバスケットボールシューズってモデルによって同じモデルでもカラー番号が違うことによって XDR かそうでないかって変わってくるので、ちょっと個々で確認する必要はあります。で、ワンポイントアドバイスとしては EP ってつくモデル、ちょっと幅広ですよね。アジア人向けのやや全体が広く作られているモデルに関しては、ちょっと硬いラバーを採用されることっていうのが多いので、XDR の可能性が非常に高いです。で、今回のカイリーフライトラップ3っていうのも EP を採用しているので、ナイキ .com なんか SP って書いてますけど、多分あれ誤りで EP です。で、EP ラストなのでちょっと硬めのラバーになっています。で、ただ EP でも、フライトラップ2もそうなんですけど、ここがクリアなカラーを採用している場合っていうのはすごく柔らかい素材になっています。トランスルーセントとかですね。そういった場合は XDR ではない可能性っていうのはすごく高いです。ただあくまで可能性なのでお問い合わせして確認するのがいいのかもしれません。ただナイキとしては XDR はあくまで外でも使えるよっていうようなコミュニケーションをとっているそうなので、足に力さえあれば室内でも全然グリップっていうのを発揮することができます。で、よく滑るXDR だと室内ちょっと硬いんで滑るっていう方もいると思うんですが、結構湿度とかも関係してくるみたいなので、季節によっても結構変わってくるそうなんですよね。なので一番ベストなのは、足に力をつけてどんなシューズでも、プロの選手別に気にしてないんで、どんなシューズでも使いこなせるようにトレーニングするのがいいのかなと思います。で、一応ミッドソールは両方ともファイロンを採用してます。ファイロンですね。バスケットボールでは多く用いられる素材で軽くて、耐久性もあって、一番のポイントは反発性がある。なので厚手に採用しているこのカイリーフライトラップシリーズっていうのは、ズームエアがない部分でも、どっからついてもある程度反発してくれる一足になってます。で、ズームエアは、もう見えてますね。ここから見えてるんですけど、こっちもですね、見えてますけど、前足に配置されています。で、ちなみにカイリー、過去振り返ってみると、ヒールについていた時代もあったんですよね。で、4からかな ?4 から。おそらく4個かもしれない。から前足に変わってます。で、フライトラップシリーズも、その4か5が出た時と同じタイミングで展開になったので、カイリーシグネチャーと同じく前足についています。で、前足についている、ズームエアがついているメリットとしては、前足を軸に置いたプレーがスムーズに行うことができます。前足から着地するときにクッションを発揮して、次の動きに早くポーンと反発するんで動くことができる。また、カイリーは攻めの選手、ポイントガードなんですけども、サッカーでいうとメッシ。ウエストブルックがロナウドだったらメッシです。ほんと俊敏な動き、予想しない動きっていうのをするので、前足に軸に置いてプレーする機会ってめちゃくちゃ多いんですよね。なので、そういったカイリーのような、不規則な動きであったり、オリジナリティのある動きをされるプレイヤーっていうのは、前足ズームってめちゃくちゃ効果的です。はい。
他の選手を置き去りにするにはやっぱこの前足ズームを自分がどの足を軸にしているかですね。守りの時は結構ヒール、選手に合わせてプレーするポジションであったりとかプレースタイルの選手はヒールについているズームフリークとかがおすすめです。はい。そうすることで相手の動きにも俊敏に合わせることができますし、ヒールから着地を主にする選手、ヤニスとかもそうなんですよね。ヒールからどうやら着地して動くそうなんですよ。そういった動きをする選手だとヒールにズーム入っているといいんですが、最近バスケットボールもすごいスピード重視、ゲームスピードが上がってきているので、ナイキの多くのシューズは前足についていることが多いです。あとはフルレングスでついている場合もなきにしもあらずなんですけどね。はい。なので自分のプレースタイルと合わせて選択しないとシューズが早期劣化したりとか合わずにいいプレーができないってことがあるので、そこら辺もしっかり念頭に置いて自分が帰りフライトラップに合っているのか、または他のバスケットボールシューズも自分に合っている機能構造なのかっていうのをしっかり確認した上で購入すると一味違ったプレーができると思います。はい、でちょっと驚いたのは話が変わるんですが、カイリーってまだ27歳なんですよね。すごく若いプレイヤーで身長もそこまで大きくないです。なので、190、シューズを履いてたら190ぐらいで履いてないと187ぐらいだそうで、こういった低い身長で、NBA で活躍しているというのもあってアジアですごい人気を博している、特に中国とかもそうですよね。人気を博している。ちょっと今日本ではなかなかちょっと下がり気味ではありますけれどもね、ルイ君とかもいるので、はい、そういった自身の体格とかと照らし合わせると何が自分に合っているシューズなのかっていうのも分かるかもしれないです。で最後にアウトソールです。はい、上が3で下の方がいいかな、見やすいですね。はい、全然変わりないですよね。デザインも変わってないですし、ちょっとクリアなので見にくいですが、パターンも変わっていないです。ヘリンボーンパターンっていうニシンの骨のようなパターンというわけではなくて、いろんなのが組み合わさってます。前足はヘリンボーンパターンになってるんですが、この辺はピボットですね、円形になっていたりとか、この辺はなんかちょっと入り組んだ構造になっていたりとか、なので360度全ての動き、特にカイリーは本当にいろんな動きをするので、変な話こう寝かせた動きとかもするんですよね。なのでカイリーシリーズってフライトラップは違うんですけど、フライトラップもそうですね。ここサイド外側にこうなるんでせり上がってるんですよね。はい、アウトリガーって呼ばれる部分がしっかりあるので、寝かせたプレーもカイリーフライトラップでも一応できる。はい、なのでこういった自分の動きに合わせたアウトソールになってるかも購入する前に確認するポイントですし、足入れをして本当に動いてみてどう感じるかですね。お店だと店頭でやっていただければいいですし、可能であればね、ナイキ .com だとほとんどのバスケットボールシューズ、フライトラップもそうですが、使用後でも返品が無料で30日以内であれば可能なので、ぜひ実際に体育館でプレーする、また外でやる人は外でプレーして、試してみてほしいと思います。はい、こんなとこですかね。大幅なアップで、細かいところで言うと、同じここ合成樹脂でコーティングされているので、ここパワーすごい加わるんですよね。ここがしっかり補強されているので安心ですし、あとどこですかね、終端部分、はい、ここ一番熱がこもるんですよ。ここちょっと見づらいかもしれないですけど、ちょっと2の方がオープン気味ですね。全体がタイトな編み込みなので熱こもりやすい部分かなりオープンにしてます。今回バランス取れていてそこまでオープンではないですが通気性は抜群です。はい、でヒールのせり上がりも細かいですがちょっと違ってきてますね。前作ほんとこう硬くてせり上がってるんですけど、本作はなんか一般的なシューズに近づいてます。すごい柔らかいです。こんなとこですかね、紹介したい部分っていうのは。で、1点注意点があって、ジュニア用のシューズも展開されてるんですよね。小学生が使えるようなサイズ展開で展開されてるんですが、ちょっと小さいお子様が使うのでズームエア未搭載になってます。多くのバスケットボールシューズであったりとかライフスタイルシューズも子供が使う場合はそのエアを抜いたり、重たくて結構硬いですし跳ね返りが強いので足への負荷衝撃っていうのはすごいので、このカイリフライトラップ3に関してもジュニア用はズームエアが入ってなくてファイロンのみになっているので、そこら辺もお子様の体をしっかり考えた上で、選択、子供のうちに負荷をかける必要はないので、親御さんしっかりそこら辺もケアしてあげていただければなと思います。はい。でサイズ感については、フライトラップ2の方がヒールはすごいタイトです。ただここアッパー部分に関して結構終端が
半ブーティーとか結構ゆるゆるになってるんですよ、この中足部のところ。なので足の甲部分は2の方がゆったりしていてヒールがタイトで、フライトラップ3に関しては全体的に一般的なバスケットボール EP のサイズ感になっているので、サイズで迷うことはないと思います。 EP を使っている方はまずは同じサイズを選択。普段グローバルラストを使っている方は、0.5 ぐらい下げてもいいのかなと思います。本当簡単だと思います、サイズ選択に関しては。では以上ですかね。はい、ちょっとバスケットボール最初の紹介になったのでちょっとあたふたしてしまったかもしれないですが、以上がカイリーフライトラップ2、3の変更点、違いを紹介しました。なので、現時点で2も変えるとは思うんですが、そこまで個人的に私が好きではないので3を選択していただければと思います。本当にバランス取れた、カイリー1とか3にすごい近い感じの昔のバスケットボールシューター結構人気なんですよね。未だに選手が使いたいと言っている方もいるみたいなので、そういったサイズ感であったりとか履き心地が好きな方っていうのは大人でも全然おすすめできますし、子供に関しては違和感なくですね、部活生とかも使える本当に汎用性のある一足になっていると思うので、ぜひぜひ、本番用にシグネチャーもちょっと高めのシューズで、練習用にフライトラップを使い分けるという方法もシューズを長持ちさせるためにもいいのかなと思いました。はい、では次回このフライトラップ3っていうのを分解します。で、動画のコメントでいただいたヒートガンっていうのを購入して今日届くので、ヒートガンを使ってきれいに分解できればなと思っております。コメントありがとうございました。では、本日はこの辺で終了となります。最後に重量をパッと見せて終わるのでご確認いただければと思います。バイ。まずはフライトラップ2 27センチです。フライトラップ2は27センチで約 375g。次に、新作フライトラップ3です。同じく27センチ。388g。約 388g となっております。13g、フライトラップ3の方が、重たくなっています。